はい、ジロンです。先週から始まったメカアリーナ第3回世界大会の内容を解説します。メカアリーナは大小いろんな試合があるゲームです。大会ですね。なぜ大会があるのか、他のメックゲームとの違いがあるからです。2つ理由があります。1つ目はゲームにチームパワーという数値ですね。メカや武器の能力が数値化されたものがあるんです。自分が持っているハンガーの中のパワーの合計値がチームパワーとなって表示されます。そのチームパワーで敵味方のマッチングがされるんですね。もう一つ、2つ目は1つのメカはハンガーに1体しか入れることができません。他のゲームは全部ですね、同じメカに揃えることができるんです。メカアリーナだけはそれができません。ですからプレイヤー同士がより公平なバトルをする環境が出来上がるということになるんです。今回はその仕組みを使った大規模な世界大会になります。参加ルールとしては、各プレイヤーが TP1 万2000以上ですね。最低1万2000。そしてモッドは一つだけつけていい。あとパイロットもつけていいというルールになります。概要欄に試合の内容を見ることができるリンクをつけておきますので、そこからルールブックを見ることもできるし、Discord から全ての試合状況や動画などを見ることができますので、チェックしてみてください。今回3回目になります。1回目2回目はオーメンというチームが2連覇しているんですね。今回オーメンが3連覇なるか、それともそれを打ち破るチームが出てくるのか楽しみです。大会はクラン同士のバトルになります。1チーム最大10名まで登録することができます。今回応募があった世界から参加する36チームが登録されました。そして大会が終わったベスト3のチームにはメーカーから協賛としてゲーム内通貨がそのチームのプレイヤー全員にそれぞれ配布されるようです。素晴らしいですね。そして大会は約2ヶ月間にわたって行われます。すでに一番上、ここですね、終わっていますけれども、Discord で各クランが参加表明をしました。そして登録された36チームがライブで公開されたグループ割が発表されました。そして今ここですね、今はグループフェーズの今週は2週目になるんですが、36チームがグループで戦います。9つのチームに分かれて戦います。抽選で発表されたチーム割がこれです。9つのチームですね。1つのチームに1つのグループに4チーム割り当てられています。グループフェーズはリーグ戦になります。ですから1つのチームが3つのチームとそれぞれ戦うリーグ戦総当たり戦になります。3週間に分けて戦っていくんですが、1週目、2週目、3週目とゲームモードが変わっていきます。ゲームモードはこの後説明します。そして3週間戦ってリーグ戦が終わった時に各グループの1位のチームですね、9チームがファイナルフェーズへ進みます。それと
各グループの2位のチームの中からポイントが高かった7チームがファイナルフェーズで進みます。最終的にファイナルフェーズは16チームで戦います。これはリーグ戦ではなくトーナメント形式になります。グループフェーズの3週間は、まず1週目、これ先週終わったんだけど、 CPC コントロールポイントクラッシュ、日本でいうビーコンクラッシュモードですね。これで戦いました。今週は5対5のデスマッチ戦です。来週は3対3のデスマッチ戦になります。各試合マップが公式の方から指定されます。特に来週のここ3対3のデスマッチ、ここが一番見どころかなと自分は思っています。人数が少ないほどプレイヤースキルやチーム内メンバーの戦略性が求められる。どのメカを出すのか、どういう連携で戦うのか、相手は何で来るのか、この辺が楽しみなところですね。先週行われた第1週目のビーコンクラッシュモード、1、2、3、4、5の順番でこのマップで戦いました。先週のチームの組み合わせはこのようになりました。そして今週2週目に突入しています。5対5デスマッチ、これもマップが5つ指定されています。5つの試合を行うということになります。チームの組み合わせはこのようになりました。そして来週の3対3デスマッチ、ここはまだマップが発表されていません。ウィーク2が終わった後に発表されます。そしてそれが終わった10月に入ってからですね、最終ファイナルフェーズトーナメント戦になります。ここでどこのチームとね最後戦うのか、これによってね、この割り当てにもよると思うんですけど、どこと戦うことになるのか。トーナメント制だからね噛むなトーナメントで戦っていく勝ち抜き戦なので、これもね割り当てがどうなるか楽しみなところです。ということで今回ですね、始まったメカアリーナの世界大会です。すべての試合状況、ディスコードで全部見れます。すべての試合は各参加チームが録画して配信していますので、試合内容も見ることもできるし、リザルトも確認できる。そしてこのような決められたルールの中でハイレベルな戦いが見れます。本当にね、見ててねワクワクしますよ。さあどっちが勝つか負けるのか、どっちを応援しようかなとかね、そういうのも本当に楽しいので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。今日はこの辺で終わりです。じゃあね、バイバイ。みんなメカアリーナ世界大会楽しもうね。